企画書、早速進んでる。我が社の命運がかかった海外進出だからね。今回も頑張って企画立ててよ。いつも僕から企画を奪っていく同僚が相変わらず今回も自分では企画を立てず僕の企画書を当てにしているようだ。次のプレゼンがうまくいけば俺の出世は間違いなしってさっき課長にも言われてさ。もう困っちゃうよな。みんな俺に期待しててプレッシャーがすごいのなんのって。なあ、たまには自分で企画を立てたら。はあ？お前の企画書は俺のプレゼン力があってのことだろ。お前も満足だろ。お前みたいな地味な男でも俺みたいな優秀な人間の支えになれるんだからさ。誰が優秀な人間だよ。僕が引っ込み思案な性格なのをいいことにやりたい放題。だけど僕だっていつまでも利用されるだけの人間じゃないんだ。これは俺がバッチリ今からプレゼンしてきてやるからさ。あ、お前は会議に出席しなくていいぞ。その間に次の企画でもゆっくり考えてくれればいいから。僕の手からできたばかりの企画書をスイッと奪い取る。そして同僚はニヤニヤといやらしい笑みを浮かべて上司と会議室に入っていった。その後ろ姿を見送って思わずほくそ笑む。これから赤っ恥をかくことになる同僚の姿を想像して。僕の名前は朝倉優斗。とある企業の企画部で働いている。僕は昔から引っ込み思案な性格で、誰かと競い合ったり、自分のことをアピールしたりするのが苦手な部類の人間だ。だからこの会社に入社してからも、僕は周囲とのコミュニケーションをあまり取らず、黙々と仕事をしてきた。この企画部に異動になったのは半年前。もともと興味のあった部署なので、異動になったのはとても嬉しい。こういう商品があったらいいな。こういう改良はどうだろうと、あれこれと思案するのが好きなので、それを仕事に活かせることにやりがいも感じている。だけど僕には一つ困ったことがあった。いやあ、それ次の会議の企画書か？自席でパソコンに向かっていた僕の横から出し抜けに声がかけられる。そのぶしつけな物言いに僕は眉を潜めながらもわずかにうなずいた。そうだけど。すると相手は僕のことなどお構いなしに勝手にページを進めては企画書の続きに目を通している。ヘタレのお前にしちゃ良さそうな企画じゃん。会議に出す前の他人の企画書を無遠慮に覗いてくる彼は同僚の藤井くん。僕と同時期にこの企画部へ異動となった人物だ。藤井くんは僕とまるきり正反対の性格で派手なパフォーマンスや上司へのお世辞などがうまく、いわゆる要領の良いタイプ。もちろん上司の覚えもめでたく、次の主任は藤井くんで決まりという噂もあるくらいで、それを本人もまんざらでもなく思っているらしい。けれど誰に対しても親しく接する彼の裏の顔を僕だけは知っている。藤井くんはその場で僕の企画書にすべて目を通すと、なんとも軽く笑いながら俺の肩を叩いた。はーい、ご苦労さん。じゃあ、この企画書を俺宛てに送っといて、明日の会議で使うから。え？まるで当たり前のようにそう言われ、僕は思わず彼を見合った。だが藤井くんはそんな僕の反応こそ意外とでも言う風に、はぁと首をかしげる。だってお前、目立つの嫌いだろ？だから毎回この俺がお前に代わってうまくプレゼンしてやってるじゃないか。お前はむしろ俺に感謝してもいいくらいなんだよな。唇を歪めながら僕を見下すようにしてニヤニヤと笑う藤井くん。そう、僕が困っているのはこの同僚のことだった。彼はこの企画部に異動になって以降、こうして僕の企画をさも当然のごとく我が物顔で奪っていくのである。そして企画が採用されれば、それは彼の手柄となり、僕はその陰で企画書を一切提出しないダメな社員だと思われているのだった。
そもそもさ、お前その性格でプレゼンなんてできんの？それは。確かに僕は人前で何かをアピールしたりするのが苦手だ。自分の企画書を自分でプレゼンしたとしても、藤井くんのように堂々とした振る舞いはできないだろう。思わず口ごもってしまった僕に、彼はやはり慣れ慣れしく俺の背中を叩いて、わざとらしい猫なで声を出す。だろう？だから俺はお前の企画を何倍も面白くしてやってんの。わかった？わかったならさっさとそれ送っておけよ。そう言って彼は早足に自席へと戻っていく。もしこのことを今僕が上司に訴えたとしても、果たして上司はどちらの言い分を信じるだろうか。それに僕が先ほどのように口ごもっている間に、口がうまい彼は要領よく言い逃れてしまうに決まっている。そう思うと僕はいつもやるせない気持ちになって、結局は彼のいいように流されてしまうのであった。さて、そんな日々の中、とある朝のミーティングで課長がこう言った。我が社もついに海外進出を見据えて動き出すことが決まった。ついては君たちにも海外ユーザー向けの企画を積極的に提案してほしい。1年ほど前から社内でもそういう話は出ていたのだが、ついに本格的に動き出すのかと僕は内心そわそわと落ち着かない心地になる。海外ユーザー向けか。ということはマーケティングも海外を意識して。ミーティングを終えた後、配られた資料に目を通しながら、僕は次に出す企画案を頭の中でまとめていく。空想の中でなら僕は何にでも慣れて、どんなところへも行けて、誰とでも親しくすることができる。あれはどうだ、いやこれは、と考え事にふけるこの時間が僕は好きだった。そして大体の案がまとまったところで、僕がそれをメモに走り書きしていると、会議が終わってもペラペラとお世辞を言っては課長やその他の上司を持ち上げていた藤井くんがこちらに近づいてきた。どう？企画書早速進んでる？我が社の命運がかかった海外進出だからね。今回も頑張って企画立ててよ。完成品は俺がちゃんとプレゼンしてやるからさ。いかにも恩着せがましくそんなことを言ってくる藤井くんは、相変わらず今回も自分では企画を立てず、僕の企画書を当てにするようだ。それも僕が言い返さないのをいいことに、彼は得意げに鼻を鳴らしてこんなことまで言ってくる。今回のプレゼンがうまくいけば、俺の出世は間違いなしって、さっき課長にも言われてさ。もう困っちゃうよな。みんな俺に期待してて。プレッシャーがすごいのなんのって。へえ。お前の企画書も俺のプレゼン力があってのことだしな。お前も満足だろ？お前みたいな地味な男でも、俺みたいな優秀な人間の支えになれるんだからさ。誰が優秀な人間だよ。これは初めての海外向けの企画、新たな挑戦だ。今までいろいろなことを言われてきたけれど、僕はそこで初めて怒りで頭がカッと熱くなってしまった。元は僕の企画書なのに、それを当然といった顔で奪っていくばかりか、都合の良い出世の道具みたいにして扱われることに、さすがに我慢ならなかったのだ。けれど、ここで勢いのまま言い返しても、おそらく僕の分は悪いだろう。だから僕は少しでもいいから彼に一矢報いろうと水面下で考えを巡らせ始めるのであった。それから瞬く間に時間は過ぎて、とうとう海外向け企画会議の当日となった。僕はあくびを噛み殺しながら会議の準備を始める。企画書が完成したのは今日の明け方、昨日は徹夜だった。その間も藤井くんは僕に早く企画書を出せとせかしてくるし、本当に大変だったのだ。でもその甲斐あって完璧な企画書になっているという自負がある。そしてプリントアウトした企画書をカバンから取り出したその時、おいおい、ようやく完成したのかよ。たく、暗い性格の上に仕事も遅いって、何の取り柄もないだろう。
そう言っていやらしく笑いながら、藤井くんが僕の手からできたばかりの企画書をスイッと奪い取っていった。安心してよ、朝倉くん。これは俺がバッチリ今からプレゼンしてきてやるからさ。お前は会議に出席しなくていいぞ。その間に次の企画でもゆっくり考えててくれればいいから。そう言ってこちらを小馬鹿にしたようにして目をすがめる藤井くんは、企画書の中身にも目を通さずに会議室へと入ってゆく。その背中を見送りながら、僕はカバンの中からもう一つの企画書を取り出し、おもむろにそれをコピーし始めるのだった。それから十数分後、こんなもんかとコピーをし終えたそれらを整理していた僕に、会議に出席していた他の同僚が駆け寄ってきた。今すぐ会議室に行ってくれ。少し慌てた様子で言われる。それにすぐさま応じ、僕は手元のコピーを持ったまま会議室へと向かった。失礼します。朝倉です。そう声をかけてから会議室へ入ると、そこには眉毛を寄せた課長と部長、普段の自信満々ぶりが嘘のように青ざめた様子の藤井くん、そして今日のプレゼン先である企業の担当数人が顔を揃えていた。特に今日、弊社を訪れている担当は全員が外国人で、日本語が達者ではないのだろう。今この場で何が起こっているのかをいまいち把握できずにいるようで、全員が困惑した表情を浮かべている。そんな中、どこか疲れた様子の課長が僕に向かい、口を開いた。急で悪いが、朝倉、藤井の持ってきたこの企画書のプレゼンをしてくれるか。その言葉に僕は緊張しながらもうなずき、では改めて、課長と部長にはこちらの企画書をお渡しします。と手に持っていた用紙を彼らに渡す。ああ、こちらは日本語なのか。それは助かったな。さすがに全てが英語で書かれてあると理解するのに時間がかかる。上司二人はそう言ってわずかに安堵のため息をついた。すみませんでした。こちらの企画書を用意するのに手間取っていて。言いながら僕は藤井くんを一別する。実は藤井くんが奪っていった企画書は表紙以外すべて英語で作成されたものだったのだ。今日の会議には取引先となる海外企業の外国人社員が参加すると資料に書かれてあったため、僕はあらかじめ企画書を2種類用意すると決めていたのである。課長と部長に渡したのは英語のそれを日本語に訳したものだ。この2種類を用意するために僕は昨日徹夜したのだった。ちなみに入社してから僕はコツコツと自主的に英語の勉強を続けていた。最初は何か特技のようなものを身につけるためにとりあえず習い始めた英語だったが、今ではこうして自身の企画を英語で組み立てられるまでになっていた。それに母国語とは違う言語の方がより相手に伝えようとする意識が働くのか、引っ込み思案で口下手な僕でも積極的にコミュニケーションが取れるようになるのだ。僕の思わせぶりな視線に藤井くんは気まずげに肩を震わせる。だがそれには構わず僕は壇上で一礼すると、相手先の外国人社員へ向けてにこやかに英語でプレゼンを始めたのであった。そうして30分後、取引先は満足そうな顔を浮かべて口々に挨拶し帰っていった。部長に先導されたその背中を見送りつつ、その場には課長と僕、そしてすっかり憔悴した様子の藤井くんが残る。束の間の沈黙の後、課長がさてと声を上げた。まず、藤井に聞こうか。なぜお前は朝倉の企画書を自分のものとして発表しようとした？どうも藤井くんは僕から企画書を奪ったはいいものの、全編英語のそれを前にして途端にしどろもどろとなったらしい。そして不審に思った課長がそれを問いただしたところ、企画書は僕が書いたものだと藤井くんが認めた。そこで僕は会議室へ呼び出されたらしかった。課長の問いに藤井くんは青ざめた顔のまま、けれど僕の方を睨みつけて反論し始めた。こいつが朝倉くんが言い出したんです。
今回の企画は自分が考えるから俺にプレゼンを任せるって。自分より俺がプレゼンした方が企画が通るからって。言っているうちに勢いづいたのか、徐々に彼の方には赤みがさしてくる。そしてすっかり普段のような滑らかさを取り戻した彼は、さらに課長に向かい言い募る。実は俺、朝倉くんに日頃から嫉妬されてました。それに隠れて嫌がらせなんかもあって。でも課長や周囲に訴えるようなものでもないって、俺ずっと我慢してて。一流役者よろしく悲しげに目を伏せる藤井くん。器用にも目に涙を溜めているところが地味にすごいと僕は場違いながらそう思った。きっと今回もそういった嫌がらせの一環で俺には英語の企画書を渡してきたんだと思います。それでも彼とは同僚だし、何より俺は彼を信じたかった。それなのに。そこで藤井くんは怖い顔をして俺を再び睨みつける。俺も朝倉くんに騙された被害者です。だいたい日本語の企画書も用意しながらそれを渡さなかったのがいい証拠じゃないですか。よくもまあここまでペラペラと嘘がつけるものだ。目の前で繰り広げられる彼の演技に僕は思わず感心してしまった。ということだそうだが、朝倉、今の藤井の言い分は本当か？淡々とした小姉で課長がそう通ってくる。つかの間、僕はどう答えようか思案し、そして先ほどのプレゼンを思い出して相手に伝えようとする意志を強く持って口を開いた。藤井くんの言い分は真実ではありません。僕は日頃から彼に企画書を奪われていました。この企画部に移動して以来ずっとです。今まで彼の名前で提出された企画は本来僕の考えたものでした。なんだって？予想外のことを言われたためか、課長がその目を丸く見開き、僕と藤井くんを交互に見合ってくる。だがその時、このままでは分が悪いと思ったのか、藤井くんが慌てて割って入ってきた。課長、こいつです。こいつの方が嘘をついてるんです。おい朝倉、そこまで言うんだったら証拠出せよ。俺がお前の企画書を奪ったっていう証拠。それは、確かにそう言われてしまえば僕も返す言葉がない。固まった僕を見て藤井くんの顔が奇妙に歪む。ほら、言い返せないだろうが。課長、これで俺のこと信じてくれますよね。けれど、そう得意げに叫んだ藤井くんを静かに一別し、それから課長は慎重な口調でこう言った。では、こうしよう。藤井は今日から1週間以内に別件の企画書を一つ私宛てに出しなさい。それを見れば、これまでの企画書もどちらが書いたものか判断がつくだろうから。それは。その提案を聞き、藤井くんの目がわかりやすく泳ぐ。俺も別の仕事がありますし、1週間以内は難しいかと。そうでもないだろう。お前の言う通り、今までの企画書が全てお前自身が書いたものであるなら、1週間という猶予は十分過ぎるくらいだ。違うかと限界に問われ、藤井くんはぐっと言葉を詰まらせている。わかったな。それまではこの件、私が預かっておく。藤井はすぐに企画書に書かれ、そして朝倉もまずは自分の仕事をしろ。そう課長が締めくくったところで、その場は解散となった。そして課長の姿が見えなくなったところで、藤井くんは懲りもせず僕を睨みつけてくる。お前、よくもあんな小細工しやがったな。くそ、とりあえず別の企画書を今すぐ作れ。それで今回の件は流してやる。だがそんな横暴な態度を取る同僚を今度こそ僕は突っぱねた。嫌だよ。もう僕は君の思い通りにはならない。君の企画は君自身が考えてよ。はあ？まさか断られるとは思っていなかったのか、
藤井くんはあっけに取られた顔でポカンと僕を見ている。そんな彼をまっすぐ見つめて僕は続けた。藤井くん、君のしてきたことは確かに良くないことだけど、でも僕もどこかで君に甘えてたのかもしれない。苦手なことから目をそらして仕方ないって自分に言い訳して、ごめんと一度彼に頭を下げる。でもこれからは嫌なことはきちんと嫌だって伝える。僕、この仕事が好きなんだ。だからこれからは空想に逃げ込まず、臆さず、自由に仕事をしていきたい。自分に嘘をつくのはもうやめにするね。僕はそれだけを伝えると、呆然としている彼に背を向けた。そして改めて自分の仕事に邁進するべく、足取りも軽やかに席へと戻っていったのである。さて1週間が経った。僕と藤井くんは再び会議室へと呼ばれる。ちなみに藤井くんはどうにか自力で企画書を書き課長に提出したらしい。だがその内容は話にもならないお粗末なものだったらしく、課長は青筋を浮かべて彼を睨んでいる。今回の企画書を見てよくわかった。朝倉の言ったことは本当だったんだな。藤井、お前同僚の企画書を奪って自分の手柄にするなど恥ずかしく思わないのか。だが鋭くそう叱責された藤井君はといえば、苛立ったようにして声を荒げ、不遜な顔でこう吐き捨てた。は、別に結果として会社の利益になってるんだから、誰の考えた企画書だとか、それどうでもよくないですか？その言い草に課長は面食らったようにして思わず言葉をなくしてしまう。そして藤井くんの反論は僕にも向けられた。なあ、俺、お前の苦手なこと、今まで肩代わりしてやってたんだよな。感謝されこそすれ、ここまで責められる言われはないと思うんだけど。藤井くんはそう言って、やれやれとばかり肩をすくめる。全くもって悪びれていないその態度に、僕も課長も呆れてしまい、もはやため息すら出ない。とにかく、藤井は後日、役員会議への出席を命じる。それまでは自宅で謹慎していなさい。そして課長のその言葉通り、後日行われた役員会議にて、藤井くんは今後どんな問題を起こすかわからない要注意人物とされ、あっけなく解雇となったのである。藤井くんのいなくなった職場で、今日も僕は黙々と企画書を作成している。けれど以前と比べて少しだけ変わったことといえば、朝倉、俺ら昼食いに行くけど、お前もどうだ？今までずっと一人で食べていた昼食を同僚たちと取るようになったことだろうか。うん、今行く。お、そういやお前の企画書また通ったんだって。やるじゃん。まあ、お前の企画マジで面白いもんな。いやいや、それ以上にボツになってる企画がいっぱいあるから。同僚たちとそんな会話を交わすことさえ僕にとっては新鮮で、けれどその変化は決して嫌なものではない。空想という殻を破ってみたら、待っていたのはせわしなく、けれど同じくらい充実した現実だった。うまくいかないことももちろんあるけれど、これからはしっかり地に足をつけて、自分に嘘をつかずに日々を生きようと僕は改めて思うのだった。